金曜の夕方、数字は合っているのに、増えた理由と上司への報告文がまとまらない。そんな毎週の作業を10分で終わらせます。この動画は AI やシステムに詳しくない50代の会社員や管理職の方へ向けています。Excel の表を開けるならそれで十分です。やることは匿名化した売上表をチャット GPT へ渡し、前の週と今週の差を出してと頼むこと。増えた数字と減った数字の内訳が最初の成果物です。次に増減した理由の候補と返品、大口、重複など気になる数字を分けます。表2にない理由は事実ではなく確認する仮説として扱います。そこから結論、増えた数字、減った数字、気になる点、次の行動を上司向けの短い文章にします。AI は集計と下書き、あなたは理由確認と最終判断を担当します。最後に今週合計、前週合計、差額、地域別と商品別の内訳、行数、空欄、重複、上位明細を元データで照合します。ここまでを一緒に進めましょう。AI についてこれからもっと知りたい人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。まず原本を変更しない場所へ保管し、日付をつけた作業用コピーを作ります。AI へ渡すのはコピーだけです。戻せる状態が分析の第一歩です。実データなら顧客名、メール、住所、個人を特定できる番号、未公表価格を外し、必要最小限へ匿名化します。架空データで手順を試してから本番を考えます。最初に会社の生成 AI 利用規定を確認し、承認済みアカウントを使います。必要な列と前週、今週だけ絞り、迷う情報は入れません。この先はチャット GPT へのアップロード例で説明します。業務向け契約で学習に使われない説明があっても保存されない、監査対象にならない、何を入れても安全という意味ではありません。条件を分けて確認します。分析後も原本へ直接図上書きしません。作業コピー、変更候補、承認済みの整理後データを分け、誰が何を直したか終えるようにします。後から比較できる名前で保存します。今回の架空表は前の週12行、今週12行の24明細です。画面の表も同じデータから作り、前の週1170万円、今週1240万円になるよう元行まで終えます。事後を1注文または1明細に固定します。受注 ID、週、地域、商品、数量、売上を横に並べれば、どの行を足したか確認できます。売上は税込みか、返品は負の金額か、週は受注日か、売上計上日か。列名だけでなく、会社での意味と単位も短く添えます。上限の理由を深掘りするなら、新規と既存、案件区分、値引き、返品、担当メモを残します。ただし、顧客名と個人情報は仮名へ置き換えます。見出しは1行、途中の空行と結合セルは避けます。複数の表があるなら対象シートを指定します。画像でなく、セルを選べる表を渡してください。最初の指示は、まだ元データを変更しないでください、です。いきなり空欄保管や表記統一を頼まず、品質診断だけを依頼します。修正案は診断の後で別に頼みます。別一覧、推定された方、行数、日付の範囲、数値の最小と最大を出させます。ここで想定外の列や期間が見つかれば集計へ進まず止めます。想定との違いを先に質問します。次に空欄、完全重複、注文番号の重複、日付形式、地域と商品の表記揺れ、売上金額の非数値や符数を候補として一覧にします。件数だけでなく列名もつけます。良い診断表は問題名だけでなく、件数、該当項、判断理由、確認先を持ちます。人が元用へ戻れない答えはもっともらしくても採用しません。優先度も確認用につけます。マイクロソフト Excel にも重複候補を見つける機能があります。公式画面は加工せず全体を確認し、実演では元データを消す操作ではなく、候補発見の考え方だけを使います。地域名の前後空白、全角半角、支店名の有無、商品名の空白や記号差を表記揺れ、候補へ集めます。似ているだけで同一とは決めません。依頼文には統一候補、現在の表記、件数、該当する行番号、推奨する代表表記を必ず別表で出してくださいと書きます。東京と東京支店が本当に同じ区分かは営業所の定義を知る人が判断します。AI は候補を狭め、人が業務上の意味を確かめます。確認済みの対応表だけを作業コピーへ適用し、変換前と変換後を残します。次回も同じ対応表を使えば判断を毎回やり直さずに済みます。対応表にも承認日を残します。フィルターは候補号を絞って確認する基本です。公式画面のように列名出しから条件を選び、隠れた業務あることを意識して、表示件数と全体件数を分けてみます。空欄は入力必須なのに欠けた、ゼロの可能性がある、対象外なので空いている、資料だけでは判定できない、へ分けます。空欄を一律のゼロへ変えません。行の全項目が同じ完全重複と注文番号だけ同じ重複候補は別物です。分納や訂正で番号を共有する場合があるため、尾行と日付も見ます。負の売上は返品かもしれず、同額の行は他力と再計上かもしれません。見た目だけで誤りと決めず、元伝票へ戻る確認事項にします。候補表には、残す、修正案を確認する、担当者へ紹介する、判定、保留を記録します。
削除は自動化せず、承認後も処理理由を残します。担当者名と確認日も付けます。整理前は24行、整理後も24行です。表記統一だけなら行数が変わらないことを確認し、増減があれば作業を止めます。差分の行番号を一覧で確認します。入力総額は24,100円です。整理前後の合計差は0円で、表記を揃えても金額が変わっていないことを確かめます。通貨と丸め方も固定します。収支集計の対象にできた売上は24,100円。週を特定できない未配費は0円です。この2つを分け、無中期の2週間合計とは呼びません。見出しにも集計対象を書きます。3つ目は受注 ID の1位件数です。24明細に対し受注 ID は22件です。分納などで同じ番号があるため、件数が違う理由を元請表で確認します。商品別の売上上位は、標準プラン8,150円です。入力総額24,100円に対する構成比は 33.8% です。2位は分析支援6,900円。構成比 28.6% です。順位だけでなく、どの母数に対する割合かを必ず併記します。3位は運用サポート5,700円。構成比 23.7% です。上位だけを見ても残りの商品を消したわけではありません。一方、増加yieldの1位は地域で見ると東日本で前の週より1,000約1000円増えています。売上額の1位と差額への寄与1位は同じとは限りません。売上上位と寄与上位の両方に元の受注 ID と行番号を残します。気になる数字をクリックして根拠へ戻れない集計は上司への説明に使いません。AI についてこれからもっと知りたい人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。前の週は11,700円、今週は12,400円、差額は700円増、増減率は 6.0% 増です。表示を1万円に丸めても、計算は1円単位で行います。増えた側は東日本で4,000円から5,100円へ、1,100円増えました。ここまでは元データで確認できる事実です。減った側は西日本で4,200円から3,800円へ、400円減りました。増加だけでなく、減少寄与も必ず同じ表に出します。新規導入バックは前の週が0です。0を分母にした割合は出せないため、増減率は計算できません。新規発生と表示します。地域別の差額を足すと7,000円増で全体差額と一致します。ここが0にならない差なら、除外条件か未配費を探し、報告分を確定しません。この架空データの品質確認候補は3件です。内訳は、重複した受注 ID のグループが2件と、負の売上が1行です。数え方を明記して元横へ戻します。空欄候補は0件です。日付、地域、数量、金額では空欄の意味が違うため、0件でも列ごとの業務ルールと担当者確認を残します。重複した受注 ID は2グループで、該当する明細は4行です。表示行が2行という意味ではありません。返品や分納か、元伝票と備考欄で確認します。負の売上は1行あり、区分は返品です。正しい返品処理か、金額と受注 ID を元伝票へ戻して確認し、理由がわかるまで削除しません。大口受注や数量0なのに売上がある行も実務では確認します。ただし今回は3件の内訳には含めません。データ上の事実と原因の仮説を別欄にします。ここが一番大切です。表だけで確認できる事実は、東日本が前の週より1,100万円増えたこと。営業秘策が成功したまでは言えません。考えられる仮説は、大口案件、値引きの終了、納期の前倒しなどです。ただし、試作列や案件メモがなければ、どれも未確認の候補です。そこで担当者へ、単発案件ですか？来週も続きますか？どの元伝票で確認できますか？と聞きます。50代の経験は、この質問を選ぶ場面で聞きます。上司への報告では、数字は言い切り、理由は可能性があります、と分けます。AI は新人、あなたは店長。最終判断は経験のある人が持ちます。前の週11,700円と今週12,400円を同じ条件で横棒にします。差額700円と 6.0% 増も元の集計表と照合します。折れ線は時間の順序が主役です。点を増やしすぎず、期間、単位、集計対象を明記します。2週間分だけなら差の説明を表でも補います。凡例も必要なものだけに絞ります。商品別の売上上位は横棒が抜きます。長い商品名を読みやすく並べ、標準プランの8,150万円を元の集計表と照合します。3次元の円グラフや項目の多すぎる図は避けます。グラフの値、集計表、元引きの3つが一致するかを確かめ、編集可能な表も残します。軸と単位も省略しません。では報告分です。今週の売上は12,400円で、前の週より700円、6.0% 増えました。まず結論を一文で置きます。東日本の1,000円増が全体を押し上げる一方、西日本は4,000円減少しています。増えた側と減った側を同じ重さで報告します。東日本の増加には大口案件が含まれる可能性があるため、継続性を担当者へ確認します。また、西日本の返品明細と重複候補を元伝票で照合します。この文章なら、数字は元データの事実、
理由は未確認の仮説だと読み分けられます。長年の現場経験は何を誰に聞くかを選ぶ判断に使います。次の行動は担当者確認、元伝票照合、修正の承認、来週も追う指標です。コメント内の金額をもう一度検索し、根拠表と一致してから提出します。今回の主経路はチャット GPT へおめてを渡す方法です。公式サンプルのようにおめてを確認し、質問を重ねて集計、グラフ、報告文へ進めます。Excel のデータ分析はフォームから自然な言葉で質問し、傾向、外れ値、表やグラフの候補を見る入り口です。利用条件と段階提供、表の大きさには制限があります。Copilot in Excel はブックの中で編集、計画、対話を続ける使い方です。対象ライセンスと組織設定が必要で、変更セルと数式を必ず確認します。4つ目は表計算ソフト向けの追加機能です。表の分析、数式、修正をブック内で補助します。重要なブックは複製し、マクロや複雑な処理は別に確認します。どの方法でも会社の契約、承認済みアカウント、アクセス権、保存条件、社内規定が先です。最新機能でも公式案内は人による確認と検証を求めています。この売上表について今週と前の週を比較してください。目的は上司へ提出する週次売上報告の確認資料を作ることです。元データは変更しないでください。売上合計、差額、増減率、地域別と商品別の増減額、全体差額への寄与上位3件、急な増減、返品、増幅、空欄を表にしてください。元データから確認できる事実、考えられる仮説、担当者への確認事項に分けてください。表に根拠語がない理由は断定せず、根拠、異様と金額を示してください。結論、増加理由、減少理由、気になる数字、次の行動の順で200字程度の報告文を作ってください。値を創作せず、前の週が0なら率を出さないでください。情報の1つ目は今週合計です。元の売上列を今週だけで足し、12,400円になるか確認します。表示の1万円ではなく、丸める前の1万円で比べます。2つ目は前の週の合計です。同じ条件で10員目700円になるか確認します。対象期間と除外号が違えばそこで止めます。3つ目は差額です。今週から前の週を引き7,000円増になるか確認します。増減率も丸め、前の数字で再計算します。4つ目は地域別差額の合計です。東日本、西日本、中部を足し、全体差額の7,000円増と一致するか確認します。5つ目は商品別差額の合計です。商品を全部足した差と全体差額を比べます。上位3件だけを足して全体と呼ばないようにします。6つ目は品質件数です。明細24件、空欄0件、重複した受注 ID は2グループ、該当明細は4行です。元表のフィルターで確認します。最後は抜き取り確認です。増加上位、減少上位、異常値をそれぞれ1件、受注 ID から元明細へ戻ります。根拠が追えなければ採用しません。カーテンの照合で不一致または未確認が1つでも残れば、報告文を確定せず、要確認とします。速さと正しさは別です。提出できる正しさは人が照合して作ります。覚えるのは3つです。数字を渡す。事実、仮説、確認事項に分ける。合計と内訳を元データへ戻して照合する。チャンネル登録をして次の動画でまたお会いしましょう。